こんにちは。お元気ですか？今日は1月の4日。2025年明けましたね。明けましておめでとうございます。去年はありがとうございました。今年も気が向いたらよろしくお願いします。というわけで、もう三が日も過ぎて、お正月気分もね、だいぶ結構一瞬でなくなってくるかと思うんですけど、まあでもあれか、まだ正月休み中はね、まだお正月気分というかね、こうお休み気分っていう感じかもしれないですね。まあいろいろおこたでね、のんびりしてる方もいれば、ご結婚とかされてる方はね、実家に帰ったり、もしくは義理の両親の実家の方に帰ったりとかで、逆にちょっと疲れちゃったりとかね、気疲れしちゃったりとか、そういう方もいるかもしれないですね。そこでね、いろいろお年玉あげなきゃだから出費だとかね、そういうのもあるかもしれないですけど、私はね、お年玉っていうものをあげたことがないので、1回ぐらいちょっとあげてみたいような気もするんですけれどもね、出費がない分は単純にね、ありがたいかなっていう気はしちゃうんですけれども、そんな感じで私もお正月気分っていうのをね、気分っていうのかな、このお正月だからこのすごくのんびりしちゃっていいみたいなね、免罪符じゃないけどなんかそういう気分を味わってます。この映像自体はね、1月1日の映像なんですよね。1月1日はね、午前中は結構タスクをいろいろ自分が普段やろうと決めてるタスクを頑張ってやっててね。で、やっとこの踏ん切りじゃない、なんだ、いい自分がね、ここ数日目標にしてたところまで達成できたんでね、やっとここでほっと一息、お正月気分に本当になれたなっていう感じで、その後ちょうどコーヒーを入れてるとこなんですけれどもね。でこの日はほっとしてのんびりするぞと思って、この後ね、ちょっと散歩とか行ったんですよね。もうやっぱりここ数日全く運動というか、家からほぼ出てなくて引きこもってて、スーパーに3日に一遍くらいはちょっと行ってましたけどね、それも徒歩3分くらいのスーパーだったりとかしてね。なので本当に動いてなかったんで、ちょっと動いた方がいいかもって感じでね、少し散歩したりとかして、その散歩の帰りに元旦でもやってるスーパーに行って、ちょっとお菓子とかね買ってきて帰ってきたりとかしたんですけども、ただね、夕方ぐらいになったらね、疲れがドーンと出てやっぱ一区切りやろうと思ってたことがやっと終わったっていうのもあって、疲れがドーンと出て、ベッドから動けなくなっちゃいましたね。で、なんかこうベッドの上で寝ててもこう疲れがまとわりつく感じで、全然心地よくなくて、どうしようと思って、そうだそうだと思って、一段落したらちゃんとお風呂で休もうと思ってたから、入浴剤を買っといたんですよね。よしと思って、積極的に疲れを取るぞと思って、夕方からね、お風呂にお湯をためて、元旦の夕方にね、お風呂に入ってました夕方っていうか、もうほとんど夜になってたからちょうどよかったんだけど、その時はね、コンビニで買ってきた、昼の散歩で買ってきたね、入浴剤の利き湯の入浴剤を入れましたね。結構ね、最近のルーティンになりそうな感じなんですけれども、自分でね、毎日やってるタスクをね、いついつまでにここまでやるぞとか、いついつまでにこんな感じにするぞっていう目標をね、達成した時にだいたいもうくたびれ果ててるので、入浴剤をご褒美に買って、お風呂に浸かるっていうのをやろうかなっていう感じになってきて、まだ2回しかやってないんですけど3週間くらい前もね、この入浴剤入れたんですよね。この津村の入浴剤入れたんですけれども、なんか悪くない習慣だなっていうふうに思いました。一人暮らししてるとね、なかなかこの湯船にこうお風呂
お湯を張るっていうことってしないじゃないですか。まあお掃除とかね毎回めんどくさくなるっていうのもあるし、何気にねガス代がめっちゃ高いですから、かなりもうこれ毎日とかやってたらとんでもないガス代になると思いますね。数万円レベルいくんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だって湯船とか全然使ってない状態でも冬の間はガス代って多分6,000何百円とかね、去年7,000円近くいったと思うんですよね。湯船とか全然お風呂とかねバスタブ使ってなくても。なのでね、もし毎日こうお風呂とか湯船にお風呂張ったら普通に数万円いくだろうなっていう気がめっちゃしますね。まあね、地方だとプロパンガスだったりとかするので、ちょっとねそのプロパンガスもねその契約状況によってまた値段って全然違ってくると思うので、そういう意味でもちょっとガス代多分私住んでるとこ結構高いんだと思うんですけれどね、都市ガスとかだったらね、一人暮らしでも毎日お風呂炊いてもそれでも高いとは思うけどそこまでじゃないかなって気はするんですよね。やっぱり東京に住んでた時の都市ガスと今こっちに住んでるプロパンガスだと倍以上は絶対してるんで、金額的にね全然同じくらいの量しかガス使ってる感じはしないんですけれども、金額的には倍以上は絶対してますね。冬とかは場合によっては3倍近くとかいってるんじゃないのかなって思うんですけど、3倍はいってないか、さすがにやっぱ倍かな。倍か 2.5 倍とかかな、みたいな感じでございます。いいや、そんな感じで元旦はねお風呂に入ってゆっくりしました。でね、お風呂から出たらちょっと体が少し動くようにというか少し軽くなって、結構その日は早めにねベッドに入って、でもなんかこうベッドに入りながら YouTube とか見てて、10時ぐらいにはベッドには入ったんだけど眠りについたのは12時過ぎみたいな感じで、ダラダラしたお正月らしいダラダラができてよかったかなっていうふうに思います。皆さんはどんなお正月を過ごされたんですかね。寝正月の方もいるでしょうし、何気にさ寝正月してる方っていうのは大体こう普段すげえ働いてる人ですよね。じゃないとずっと寝てらんないですもん、一日中そこまで疲れてないとなので寝正月されてる方はもう疲れが溜まってる証拠なので、しっかり寝正月をね逆にこう積極的に寝にかかるぐらいで寝正月はした方がいいと思いますね。でね、私もね1月2日の日はね一日中本当にダラダラしました。タスクの他の字もしなかったですね。だから多分8ヶ月ぶりぐらいかな、何もしなかったのっていうかね。それまでは今日は休もうっていう日でもだいたい4時間か5時間くらいはねなんかこうパソコン開けてやっちゃってたので、そう思うとねやっぱりなんかこう強迫観念じゃないけどやらなきゃみたいなねなんかそういうのがあんのかもしれないですね。ただそういうのもね結局は効率が下がってたら意味ないんで、一番いいのはね適度にこうそれをやらずにというか、全然違うダラダラとかでも何でもいいんで、こう違うことをやって脳みそを違うことを考えて違う行動をして体も脳みそもリフレッシュさせて、それをすることによってその後良いアイディアとかねいい働きとかねそういう風な回転が生まれてくるんじゃないかなっていう風に思ったりとかします。なのでね2日の日はね前買っといた宮部みゆきさんの本を読んだりとか、YouTube 見たりとか、あとはこうアマプラでずっと見てなかった海外ドラマね、ヤングシェルドンのやつがねすんごい久しぶりに見てたんでね
前のどういうストーリーだったかちょっと忘れちゃってたくらいだったんですけど、それが見れてよかったなって思いました。そんな感じで、昨日1月3日はね、ちょっといろいろパソコン開けていろいろやったりとかしてたんですけど、朝から生理になってね、結構体がだる重いっていう感じで、正月だし無理はせずにとか思ってたんで、適当に半分頑張り半分ダラダラしみたいので過ごしてましたね。で、夕方ぐらいに散歩がてらにコンビニに行ったんですけども、何かを買う目的で行ったんじゃなくて、なんか美味しいものとか欲しいものがあれば買おうくらいな感じで、娯楽でコンビニに行って、結局買いたいものがなかったんでそのまま帰ってきたりとかして、そんな感じでのんびり過ごしてましたね。で、今日ね生理2日目なんですけどね、思ったより生理が重くて、お腹が鈍痛でずーんと重くて、でなんか変な眠さもあって、だからいろいろパソコンとか開いてやってたんですけど、結構疲れちゃったんで、今そういえば今日土曜日だし、なんか喋って YouTube にアップする日だしと思って、休みがてら適当に喋り出したっていう感じですね。なんか生理先月も普通に来てたんですけれども、去年くらいからね、やっぱり年齢的な感じで更年期にちょっとずつ入ってきたんだと思うんですけれども、生理がね3ヶ月間くらい来なくて、12月に3ヶ月ぶりぐらいに来たんですよ。だからまた3ヶ月とか4ヶ月とか来ないのかなと思ってたら、今度は普通にね24日後ぐらいに来て、私1ヶ月周期じゃなくて24日ぐらいの周期なので、あれ通常通り来ちゃったなとか思ってなんかそうそう、来なくていいのにって思ってたんですけどそうそう、だからまた普通に生理が来たなと思って、そんな感じでございますね。こういう来たり来なかったり、またたまにちょっと何ヶ月か空いたりみたいな感じでね、徐々に生理もなくなっていって、閉経をそのうち迎えるのかななんていうふうにね思ってるんですけど、でなんかね、今回久々にこの生理の成立というか、痛っていうほど鋭い痛みとかはなくて、いわゆる鈍痛なんですけれどもね、それでもっていうくらいな感じ、もう慣れたもんなんで別にそんな大変っていうほどじゃないんですけれども、薬を飲んだりするほどじゃないんですけども、やっぱね久々にこの体の感覚をね味わうとね、やっぱ生理って大変なもんだよねって改めて実感したりしましたね。お腹痛いっていう部分以外にも、ちょっと重だるい、あと眠いっていうのと、あとね結構足先が冷えるなって思いましたね。特に足首から下の部分、足首も冷えるし、その下のなんて言うんだろう、フットの部分っていうんですか、足の中でもその部分がすごいやっぱちょっと冷える感じがするなと思って、だから体の全体的にね居心地がいい状態ではやっぱないよねなんて思ったりとかしました。それも徐々に生理がなくなって閉経してしまうっていうのはね、女性にとってはちょっとちょっとショックなことというか、体がもうその女性としての女性器のはっきり言えば赤ちゃんを産むっていう、そこの機能が終わりを告げるっていうことになるので、なんとなく気分がめいったりとか、ちょっとはあもう私も女も終わりかみたいな、女は終わりなわけじゃないんですけど、女性ホルモンとか出なくなって男性ホルモン優位になるとか聞いたりとかしたことありますけども、そういうちょっと体がねもう更年期というふうに新しいこのなんていうのフェーズに入っていく更新時期ではあるので、ちょっとそういう気分になっちゃうっていうのはあるかもしれないですね。ただねやっぱりね生理がなくなるっていうのは単純に楽だっていう話はよく聞きますよね。この生理に対するこの生理用品
でいろいろ処理をするっていうその手間の面倒くささと、あと何より体調ですよね。体調のその大変さとか面倒くささっていうのを考えたら、全然なくなってすっきりしてとかよく聞きますよね。いつでも気にせず温泉も行けるし、白いパンツも履けるしとか、ずっと会議とかで長引いちゃっても別に何も心配もないしみたいなね、そういうのありますし、あとね、私みたいに生理痛がもう死ぬほどひどかった経験がある人とかは、もうね本当にやっとっていうようなね人がいると思いますね。私もねもう年齢的にこう30の後半ぐらいからかな、もう生理痛もね軽くなってきたので、そんなに生理を辛いとは思ってなかったんですけども、私の昔の動画でもちょっと言った通りにですね、私は昔生理痛が本当10代の若い頃とか、20代の時もですけどすごいひどくて、救急車に2回乗ったことがあるくらいなんですよね。特別検査を両方ともしたけれども病気ではなくて生理痛ですって、もうほんとそれだけでも救急車に呼ばれちゃうぐらいのレベルなんですよね。だから本当にそれを思ったら、生理がないっていうだけでやっぱ楽だなって思いましたね。そのレベルまでひどくなければ、ちょっとぐらい痛いとか、家で寝込むレベルぐらいだったら全然もう御の字なんですけども、昔辛すぎたからで薬を飲めば全然普通に仕事ができるレベルとかね、そういうのだったら全然 OK なんですけども、それでもやっぱりこう全然ないっていうのはやっぱ楽だなっていう風にね、思ったりとかしましたね。でなんとなくこう話がね閉経っていう話になりましたけども、閉経を迎えるにあたってね、やっぱりね女性でこう子供を生まれた方、出産された方とかだったらね、こうもう私もその女性の体の機能の役割もねもうちゃんとやったしっていうかね、そういう気分になるかもしれませんけれども、私みたいにね一度も子供を産まなかったっていう方にとってはね、私結局産まないまま閉経してしまったわとかね、そういうまた別のねこうちょっとこう思う部分っていうのはね出てくるかもしれないですよね。ただそれを差し引いても生理痛が死ぬほど辛かったタイプの人からしたらもうそんなんどうでもいいわって思うぐらい生理がなくなってよかったって思うかもしれないですけども、今私の方でね死ぬほどってすごいこうカジュアルに言いましたけれども、結構ね死ぬほど痛いっていうこの言葉の嫌じゃなくってマジで死ぬほど痛いですよね、あれは。多分ね生理痛がめっちゃ私辛いんですとかめっちゃひどいんですって言ってる人の中でも、さらにその人の中でも多分本当の辛さの一部の人っていうのはね本当に死ぬほどですよ。だから私思うんですけども、うっかり生理痛があまりにひどすぎて自害してしまった人ってね世の中にいると思うんですよね。その瞬間にたまたま自害できる何かがこう手の届く範囲にあったりとかした場合は、この方なんで自害されたんだろうっていう全く原因不明のっていうのがある場合は、その方がすごい激痛の生理痛を持っていたっていう可能性はあるんじゃないかなって思いますね。多分飛び降りとかはその飛び降りるところまで生理痛の時って動けないから痛すぎて無理だと思うんですけども、ちょっとねそれ以上生々しいことを言うのはあんまり良くないのであれですけど、とにかくそれぐらい痛いっていうことですね。この人生をもう諦めてしまうとか、もう
突発的に痛みでっていうのもあるでしょうし、あとは生理じゃない時、生理が終わった後とか次に生理がやってくるのがあまりにもこう恐ろしくてっていう、それが恐怖で自害されてしまうっていう人もね実はいるんじゃないかなと私内心思ってるんですよね。まあだからうまくそのお医者さんとかでね、その死ぬほどの苦しみのタイミングに、ただねどうなんだろう、6、7人とかでも6、7人ロキソニンかとかの薬でも効かないレベルだったらお医者さんに処方でもうちょっといいのが、ただどうなんですかね。ただそれって処方してもいいレベルの劇薬になるのかな、ちょっと分かんないんですけど、モルヒネ的なものになったりするのかな、ちょっと分かんないんですけど、なんかね、まあとにかくね不思議なんですけど、生理痛ってなんであそこまで激痛を起こす必要があるのかっていうぐらい激痛だったりとかする。激痛の激のレベルではないですよね。本当に腹とかを刺されてもここまでは痛くないんじゃないかって思うし、なんかこれこう多分内臓に硫酸をかけた時にこれぐらいの痛みになるんじゃないかっていう、これ聞いてる人がすごい嫌な気分になると思うんでごめんなさい。なんかまあそうですね、まあそんな感じでございますね。まあそれもいろいろあって、まあいろんな女性がいますけれども、まあ閉経は悪いことだけではないっていうことですね。まあただねやっぱりこう子供が欲しかったなとか、その望んでも恵まれなかった方とかもいるので、まあ私もねこうなんて言うんだろう、こう不用意に適当なことを言うのは良くないかなっていうふうに思うので、たとえ私がね全然その部分に関して何も別にこう子供産めなかったなとか欲しかったなとか、そこで辛い思いをね私が持ってなかったからといってだから他の人も別にそんなことないでしょっていうの、それって本当にね全然人それぞれじゃないですか。なのでちょっとそういうことですよね。そうなんですよ。まあただまあみんな等しく体は同じように変化していくので、まあ私もここまで生きたんだなっていうふうにね感慨深かったりしますっていうかね。それにね結構こう今ね私も目の前の自分がこの先ちゃんと自分の生活をどうにかやっていけるのかっていう目の前のことで結構目いっぱいなので、そんなこと考えてるこう隙間がないというかね、自分が閉経しようが白髪がたくさん増えようが見た目がババアになっていこうかっていうか、まあ気にはなるんですけど気にはなるんですけどそれどころじゃないみたいな、それより私は生きていけるのかみたいな、立ち直れるのかみたいな、ちゃんと自分でどうにかなるのかみたいな、そうそう、人生積まずに積んでしまわないのかっていうね、そこですよね。なのでまあとりあえず今日、コーヒーが飲めてお菓子が食べれて、ちょっと YouTube 見て面白いなって思えて漫画読んで楽しかったり、あとは今日例えば生理だったらもう無理に頑張らずにちょっと横になってお昼寝したりとかしてちょっと体がほっと楽になったりとか、もうそういうことをね日々このねちょっとした面白いこととか楽しいとか心地よいとか気持ちいいとかほっとしたとか、そういうのを出し惜しみせずにというか今できることは最大限こう楽の部分というか快の部分というかは無理に我慢せずにやっていきたいし、その中でこう自分がどうにかしようとしてる部分は頑張るというかね、そんな感じなんだろうなっていうふうに思いますね。
ちょっと何を言ってるのか私もよく分かんなくなってきたんですけど、まあ特に新年の今年の抱負とか、この心構えとかね、そういうのまだ全然こう浮かんでないんですよね。まあなんか考えた方がいいのかなとも思うし、なんかちょっと落ち着いたら考えたいなっていう気もするんですけれども、まあそんな感じで、なんですかね、今年どんな感じでいきたいかっていうと、うーんやっぱりあれですよ、とりあえず金ですね、すぐ思い浮かぶのは。生活費より1円でもいいから、生活費と同額もしくはそれ以上の金額を毎月収入を得れる状態になりたい。人並みにちゃんと自分で自分を生計立てれる状態になりたいっていうのがあれですね。ずっと貯金切り崩し生活を長くなってしまって、まあほんのちょっと3ヶ月前からちょこっとだけ収入が入るようにはなりましたけれども、それがねまだ人並みとしてね、生活費をちゃんとコンスタントに毎月毎月上回るとかね、そういう状態じゃないので、まあ目標は14万円ですかね。毎月14万円収入がね得られる状態になればいいなっていうふうに思ってます。そしたら私の貯金がね減り続けるっていう状態がストップするので、それがストップするということがストップするということは、私がこの先こう人生を積まずにこう営んでいける可能性が出てきたっていうことになりますからね。じゃないといつか貯金がゼロになった時に、積んじゃいますからね。その時に自分がどうにかするエネルギーがちゃんと残っているっていうことも大事なので、そういう意味では同時にねメンタルもちゃんときちんと回復させていくっていうことが大事ですね。そうそう、そんな感じで、ただね、あのもうすぐ私もここの土地に引っ越してきて、そしてこの生活に入って、つまり会社員を辞めたと同時にちょっと地方に引っ越してきたわけですけども、この貯金切り崩し生活に入ってもうそろそろ丸4年になっちゃうわけなんですけれども、その間ねちょっとずつ元気が出てきた時にちょっとバイトをしたりとか、短期の派遣をしてみたりとか、ちょこちょこ働いてはやめて働いてをやめてを繰り返したりはしたんですけど、リハビリみたいな感じになってよかったかなっていうふうには思ってるんですけども、まああのー貯金がね怖いくらいどんどんやっぱ減ってきて、去年は結構やっばいなっていうふうにね、結構もうだいたいこれくらいで終わっちゃうなっていうのがね、こうそろそろそこが見えてきたのでね、焦ったりとかしたんですけども、ちょっとずつ収入をね、まだ生活費を超えるほどは全然いってないし、この先毎月収入があるかって言ったら、最悪数千円とかしか入らない可能性もね月にねあるので、いや数千円というか0円の可能性も全然あると思うので、ちょっとどうにかしなきゃなっていう焦りはあるんですけども、っていうなんかちょっと景気の悪い話になっちゃいましたね。今年どうしようかなっていうことを考えたら、そういう不安があったりとかはするんですけども、ただね、あのまあどうにかなった時に考えればいいかな。どうにかなったっていうのは悪い意味で、どうにかなった時に考えればいいかなっていう気持ちもあるので、あのとりあえずはコーヒー飲もうかなって時にコーヒー飲んで美味しいなって思えれば、メンタル的にはとりあえずは最低限ラインは保ててるので
大丈夫かなっていうふうに思います。ただね、もちろん元気にはなってきてるなって思います。4年弱前にここに越してきた時に比べたら特にね、その時は最初の1年は本当に寝てるだけだったのでね、そういう意味では本当に亀のペースだなとは思うんですけども、ちょっとずつ私はなんというか元に頑張って戻ってきてるんだなっていうふうに思いますね。この頑張って戻ってきて、頑張ってっていうのを自分で自画自賛じゃないけど思いますね。そうそう、そんな感じでちょっとね、今日何喋るのか整理でもあるから脳みそがポワポワしてて、そういう意味でもちょっとよくわかんない感じなんで、もうちょっとこれくらいにしようかなと思うんです。全然新年らしいことが言えなかったんですけども、あのあ私はねヘビ年でね、今年は年女なので、縁起がいいっていうこともあるので、きっと良い年にできると思います。ということで、それではまた。